こんにちは、ミッキーです。今回は2024年徹底攻略東京ベーカリー10選としてご紹介します。気づけば季節も秋を迎え、食欲の秋が訪れてきました。本チャンネルではカフェを中心に様々なグルメ情報をお届けしていますが、基本的にも涼しくなってきて行楽にもぴったりな季節にお勧めしたいのがパン。今回も東京都内幅広くおすすめなベーカリーをピックアップしてみたので、それぞれお店の特徴を確認しつつ、いろいろなシチュエーションでお楽しみいただきたいです。もちろんパンだけではなく、ベーカリーカフェとして楽しめる空間ではランチメニューやイートイン限定メニューをご紹介していますので、それらもチェックしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはユニバーサルベイクス2個目というベーカリーカフェです。こちらは2021年12月に下北沢の新スポットリロードの中に誕生したお店です。素材にこだわったビーガン 100% のベーカリーカフェ。心と体に優しい誰もが一緒に楽しめる空間づくりを心がけています。このベーカリーで作られる全てのパンは 100% 植物由来の材料で作られています。なので牛乳、卵、バターは使っていません。そういった背景は体への影響を考えるだけではなく、世界中のどんな食文化を持つ人であっても一緒に楽しめるパンやお菓子を作りたいという思いから、そしてこれから先の未来も食べる楽しみをずっと持ち続けていくためにサスティナブルな植物由来の材料を選んでいるという理由もあります。さらにはローカルで季節を大切にした材料選びも大切にしているとのこと。オールビーガンでありつつとても豊かなベーカリーカフェです。本店は世田谷代田にありまして、そちらが最初のお店なんですけども、こちらは2店舗目としてオープンしていますので、店名には2個目とついています。お店の外は真っ白な壁と大きなガラス窓、ピンク色のキュートな縦看板が目印です。この日はあまり天気が良くなかったので曇っている時の様子なんですけれども、天気がいい日には施設のリロード自体も含めましてとても開放的で素敵な空間になっていますので、パンを購入されてそちらで楽しむというのもおすすめかもしれません。ご覧のように小さい店舗ながらパンの種類は非常に豊富。世田谷代田の本店は特にパンにフォーカスしているんですけども、こちらはドーナツをはじめとしたペイストリーが特に注目になっています。中でもグルテンフリーベイクドドーナツシリーズはとても人気でございまして、この日は抹茶黒蜜きのこをいただいたんですけれども、それ以外にもたくさんの気になるドーナツがございました。さてこの日は4種類いただきました。まずは季節野菜のクロックムッシュ。ドーナツは2種類、先ほど申し上げましたグルテンフリーの抹茶黒蜜きなこ、もう一つは全粒粉のラズベリークレーズド、そしてレーズンシュガーバターをオーダーしました。クロックムッシュは契約農家さんから届いた旬の野菜を乗せたカラフルな一品。この日はビーツのクロックムッシュをいただいたんですけれども、他にもたくさん種類がありまして、その日ごとで変わってくる様子でございますので、気になったクロックムッシュを注文してほしいです。お店ではドリンクの購入もできますので、ぜひドリンクとパンテイクアウトしていただいて、リロード内のお好きな場所でいただいてみてほしいです。続いてご紹介しますのは2022年12月にオープンしましたカランコロンというお店です。こちらは東急世田谷線沿いの上町にありますお店です。世田谷線はあまり馴染みがない方もいるかと思うんですけども、こちらカランコロンさんをはじめとてもおすすめのお店がたくさんありまして、過去にも世田谷線特集でご紹介していますので、気になる方はそちらも合わせて楽しんでください。こちらはご夫婦で営む地元に寄り添ったパン屋さん。長年ホテルや町場のパン屋さんで修行の末、2017年にオープンした目黒の1店舗目に続き、こちらはコロナ禍にオープンした2店舗目のお店です。こだわりのイートインスペースがついていますので、こちらの店ではイートインでも様々なパンをいただくことができます。パ
パンの種類はご覧のようにバラエティ豊かで、サンドイッチや惣菜パン、バケット、ライ麦パンなどのハード系からグルテンフリーのパンまで豊富な品揃えです。白神小玉工房といいます世界自然遺産白神山地で発見されたパン用の酵母を使ったパンの提供が魅力。加えて自家製の天然酵母を使いつつ北海道小麦 100% のパンを提供してくれています。また水にもこだわっていまして、水道水を使わずに軟水、硬水をパンによって使い分けているようです。さらに白砂糖も使わない、体に優しい、そして体に嬉しいパンになっていますので、体に気を使っている方々も気にせず楽しむことができます。今回はイートインでいただいていますけれども、もちろんテイクアウトもおすすめ。この日はたまたま座ることができたんですけれども、座席の数としましてはテーブル席が6席、カウンター席が3席と比較的少なめになっていますので、タイミング次第では結構並ぶかもしれません。そんなこちらのお店なんですけども、実はホットペッパーグルメで席の予約もできそうだったので、気になる方は事前に予約の上訪れていただくのが良さそうです。さて、そんなカランコロンさんにいただきましたのは破格のモーニングプレートのセット。9時から12時までの限定の販売になっています。プラス220円でスープを頼むことができますので、今回の動画を参考にしていただきつつ、気になった方は注文してみてほしいです。そしてこちらがとてもボリューミーなモーニングのセットになっています。ラインナップとしましては、おかわり自由なパン5種類、シェフのオムレツ、厚切りベーコン、手作りドレッシングの無農薬サラダ、ミニグラタン、本日の煮物。この日はナスのおひたしをいただきました。加えてミニデザートと日替わりドリンクがついてきます。都内でこれほどコスパがいいモーニングプレートを味わうことはなかったので、東急世田谷線という穴場的なスポットだからこそのメニューなのかもしれません。先ほどパンに関するこだわりをお伝えしたんですけれども、日替わりでつきますこちらのおかずも無農薬の野菜を使っているとのことです。ですので、パンはもちろんのこと、おかずも含めて全てが美味しいプレートになっています。途中でパンもおかわりできますよとお声掛けいただいたんですけれども、ご覧のようにとてもボリューミーだったので、気持ちとしてはいただきたかったんですけれども、今回はおかわりしなかったです。ボリューミーだとは言いつつも、どれも3分の1か2分の1サイズに切っていただいたパンで提供いただけますので、少しずついろんなパンを楽しめるというところもおすすめのポイントでした。様々なメニューがあるので結構迷ってしまうかと思いますけれども、特におすすめしたいのはホテルクロワッサン。こちらはシェフさんのホテル時代の思い出の味とのことでございまして、その思い出の味をさらに美味しく改良したメニューになっているとのことです。ですので、このパン屋さんの美味しさの秘密が詰まったような一品になっています。続いてご紹介しますのは、エトヌンク代官山。こちらは2024年4月にオープンしたばかりで、フォレストゲート代官山のオープンから半年が経ったタイミングでオープンしています。こちら、エトヌンク代官山はパレスホテルが手掛けますブーランジェリー。パンの開発を手掛けましたのは、パレスホテル東京のベーカリーシェフ、星俊之さん。毎日食べたくなるパンにこだわって、常時約40種類のパンを提供してくれています。日本を元気にしたい。小麦農家さんを元気にしたいと、テーマはオール国産小麦。全国の国産小麦を使いまくり、それぞれの個性にふさわしいパンと製法を日々見出しています。店名のエトヌンクとは、そして今を意味するラテン語。お客様がパンを食べるその今が美味しくあるようにという願いが込められて日々作られています。木をてらわないことを心がけて、街のブーランジェリーとして長く愛されることを目標にしています。店内の作り自体も入ってすぐには客席もありながら、入り口の正面には対面式のカウンターでパンが販売されています。そんな空間では訪れた人が焼きたてを感じることができるような空間にもなっているそうです。イートインのスペースはインテリアデザイナーがセレクトした仮木家具のソファーと有明の椅子。どちらも体に馴染むような居心地の良い時間を紡いでくれています。もちろんテイクアウトでもおすすめな店舗ですけれども、イートイン限定のメニューもありますので、ぜひこだわりの空間でゆっくりとパンを楽しんでいただければと思います。また、パンが並びますカウンターのそばにはおしゃれな物販コーナーもありまして、オリジナルブレンドの小麦粉、エトヌンクブレンドのほか、シェフ厳選のコンフィチュールやビネガー、オリーブなどを置いています。ちなみに人気メニューの一つは茶バタ、あんバタ。有名な小麦粉、北の香りと自家製のルヴァン酒を使って
加水気味に仕上げることで、小麦本来のもっちりとした食感の茶バターに、コクのある北海道産バターと北海道産えりも小豆を使った程よい甘さのあんこを合わせている一品です。そしてこの日いただきましたのは、イートイン限定のプレートメニュー、リュスティックサンドウィッチ BLT。厚切りトマトにジューシーなベーコン、たっぷりのフレッシュレタスをもっちりとした食感のリュスティックでサンドしています。リュスティックと言いますのは、フランス語で田舎風という意味。見た目からも特徴的なこちらのパンはフランスパンの一種で、水分量が多く成形しにくいので、生地を分割した後は成形せずにそのまま発酵させて焼き上げるのが特徴とのことです。ぜひさっぱりとしたその味わいも感じてみてほしいです。ドリンクにはアイスカフェラテを注文しました。種類が多い一方で頻繁に焼き上がっていく様々なパンが魅力でございますので、ぜひ気になるものから注文してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、丸の内ブリックスクエアにありますラ・ブティック・ドゥ・ジョエル・ロブション。今映しておりますのは、東京メトロ丸の内線の東京駅から直通しています丸の内ブリックスクエア。こちらは丸の内のコンフォート、つまり癒し、安らぎをコンセプトに2009年9月にオープンした複合施設。地上34階建ての丸の内パークビルディングの低層階に商業ゾーンとして展開されています。地下1階から地上3階にはアパレルショップやコスメショップ、レストランなど34店舗が並んでいまして、4階にはフィットネスクラブもあるとのことです。現在は改装中になりますけれども、三菱一号館美術館も併設しておりまして、さらにその一号館美術館の横にて営業されていたカフェ1894に関しましては、明治時代の銀行営業室の空間を利用した特別空間になっていまして、そちら過去の動画でもご紹介しているんですけども、極上な空間になっていました。そちらに関しましては2024年の秋頃まで休館中になっていますので、再度オープンするその日が楽しみです。さて、そんな施設の中で今回ご紹介しますのは、ジョエル・ロブション監修のパティスリー&ブーランジェリーでございますラ・ブティック・ドゥ・ジョエル・ロブションです。独創的でありながらフランスの伝統に基づいたバリエーション豊かな焼き菓子やパンをイートインもしくはテイクアウトでいただくことができます。ジョエル・ロブション、ご存知の方も多いかもしれませんが、2011年に発行されましたミシュランガイドで総数26個の星を獲得し、世界で最も多くの星を持っていると言われています。今回ご紹介しますこちらのラ・ブティック・ドゥ・ジェル・ロブションに関しましても、2017年から2022年まで5年連続で食べログパン100名店に選出されまして、実力と美味しさはお墨付き。先ほどご紹介しました丸の内ブリックスクエアの中庭を望むことができますガラス張りの店内は高級感あふれる空間。昼間は中庭のグリーンを、夜はきらめく丸の内を眺めながらゆったりとティータイムを楽しむことができます。イートインでご利用される場合には、先に席を案内してもらってからセルフサービスでパンを選び購入するシステム。こちらの店ではロブションならではの伝統的なバゲットやカンパーニュの他にガレットセットいただけるのも魅力になっています。他にもジョエル・ロブションの焼き菓子をセットにしたお土産用のセットだったりとか、あとは見た目も美しいケーキ類も購入することができます。こちらのケーキに関しましては、独創的でありながらフランスの伝統に基づいたバラエティ豊かなケーキが季節ごとに用意されています。特にホールケーキに関しまして、お誕生日や記念日など特別な時を演出するためのアニバーサリーケーキの提供もございますので、気になる方はオンラインで予約していただいて受け取っていただくのもいいかもしれません。他にも焼き菓子類に関しましては、フランスの伝統的なバターをたっぷりと使用した風味豊かな焼き菓子が用意されています。こちらもティータイムの楽しみとして、また贈り物としてご利用いただけます。もちろん季節のメニューもありますので、そちらもインスタグラム等でチェックしてほしいです。そして今回お勧めしたいのがランチセット。ランチセットに関しましては、先ほどからご紹介していますフランス・ブルターニュ地方の郷土料理ガレット、つまりそば粉のクレープやパスタなど幅広いメニューが用意されています。店内ではガレットを作る様子も眺めることができますので、出来上がってくるまでの楽しみな時間も過ごしてください。そんなガレット一部ご紹介しますと、カリカリとした生地に卵やじゃがいも、ロースハムがトッピングされたプロバンサルというメニューや、生ハムとたっぷりのフレッシュサラダが乗りましたサラダジャンポンクリュなど4種類から5種類のガレットが展開されています。そんなガレットですけども、ランチセットにしますとよりお得に楽しめます。ベーシックなランチセット A はロースハムのコンプレット、そして今回いただいたような数量限定のランチセット B に関しましては、その日ごとでメニューが変わりますので、ぜひチェックしていただいて、気に入ったものでしたらぜひ注文してみてほしいです。この日はバスク風ハムとピペラード、パプリカの煮込みというガレットが提供されておりました。
こちらのガレットセットに関しましては、コーヒーもしくは紅茶がついたお得なセットになっていますので、例えばガレットとコーヒーいただいた上で、もしコーヒー余ったようだったらテイクアウトしていただいて、先ほどご紹介した丸の内ブリックスクエアの緑の中で楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのは、2024年2月、銀座に誕生したイタリア料理を生かしたパンとドルチェのお店、パンニーニ。こちら、パンニーニが入居します建物の2階は、ベルニーニ銀座といいますイタリアンレストランでございます。そんなベルニーニさんから生まれたパンとドルチェの専門店が、ここパンニーニです。2階のベルニーニさん自体も、実は2024年3月にリニューアルしたとのこと。創業28年のイタリアンレストランとして1996年の麻布十番での開業。続いて2015年の移転後、銀座の地に根付いていたベルニーニ東京さん。名前も新たにベルニーニ銀座としてリニューアルしていますので、そちらも気になるところですね。さて、お話戻りまして、パンニーニさん。こちらではベルニーニのレストランシェフが手掛けるこだわりのパンやコースの最後を飾るようなドルチェをいただけるのが大きな魅力。基本的にはテイクアウト専門店ですが、店頭のベンチでもいただけるお店です。店内はご覧のようにコンクリート調の壁を基本にスタイリッシュな印象でありながら、木目調のインテリアとグリーンが装飾された温かみも備えた空間になっています。そんな空間も相まって、ご覧のようにパンやドルチェもさらに美味しく見えてきます。こちらではレストランで培った経験を生かして食材や彩りの良さを意識した記憶に残るようなパンやドルチェを目指しているとのこと。パン生地自体はバター不使用で軽やか、健康的かつ毎日でも食べたくなるようなパンに仕上がっています。オープンは7時半と朝活にもおすすめですけれども、焼き上がりが揃ってくるのは11時頃とのことなので、タイミングはなかなか難しいです。私自身は今回遅めの昼ご飯としていただきましたので、14時頃の訪問でした。さて、今映していますのはスイーツ系のパンで不動の人気を誇りますボンボローネ。ボンボローネというのは丸い揚げパンにクリームなどを詰めたイタリアの伝統的なお菓子で、まるっとした可愛いフォルムが特徴とのこと。まさに銀座エリアでは初となります生ドーナツの食感を感じることができます。この日はこのボンボローニから2種類をテイクアウトしました。見た目もさることながら、もちろん味にもこだわりがございます。香料を使用していないので、どれも素材本来の美味しさを感じることができ、味わいが上品な点も特徴的です。さて、こちらが実際にいただきましたボンボローネのクランベリーヨーグルトとピスタチオ、そしてボロネーゼチーズパンです。ボンボローネのピスタチオ味、そしてクランベリーヨーグルト味はいずれも7月に販売開始。ピスタチオに関しましては数量限定メニューになっています。焼き上がりは12時頃になっていますので、ぜひ頭に入れていただいて確実にゲットしてみてください。今回、ボンボローネと別にいただきましたボロネーゼパンも名物と言われています。一見カレーパンのような見た目なんですけれども、中には山形の蔵王牛を使用した自家製のボロネーゼが入っています。イタリアンシェフが手掛けているということで、味わい深く本格派のソースにまでこだわっています。さらにパン生地は中に具材を詰めてから一度発酵させていますので、時間が経っても柔らかい点も特徴的。そして今回ボロネーゼのチーズパンでございますので、トップにはパルメザンチーズ、中にはゴロッとしたプロセスチーズがたっぷり入っています。他にもたくさんの魅力的なメニューがありますので、ぜひその味も試してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、ネイバーズブレッド日比谷というところです。こちらは日比谷にあるんですけれども、日比谷駅の一つとなり、内幸町から歩くと最も近いので、もし2雑園を使われる方はそちらから訪れていただくのがいいかもしれません。とはいえ、日比谷公園を横切っていただくとたどり着けますので、日比谷からでもたどり着けます。さて、こちらは宇都宮発祥の人気ベーカリー、ザ・スタンダードベーカーズさんが運営している店舗。過去にスタンダードベーカーズさんは東京駅の丸の内特集でご紹介していますし、そちらの系列のクロワッサン専門店もご紹介していますので、過去の動画もぜひ参考にしてほしいです。さて、そんなザ・スタンダードベーカーズさんが運営しているこちらのカフェ。2023年の9月にオープンしておりまして、スタンダードベーカーズさん同様、素材にこだわった本当に美味しいパンを焼きたてで楽しむことができます。こちらの店はオフィス街の中にもありますので、出勤前やランチタイムにも誰もが気軽に立ち寄れるようなベーカリーカフェ。
ということで結構テイクアウトの方が多いという印象もございます。ですので、後でご紹介しますけども、店内結構広々とした席があるんですけども、割と空いてるイメージでもございます。また、そちらの席に関しても、充電も可能で Wi-Fi も使えたりしますので、実はビジネスマンの方がこちらで一息つきながら作業していただくというのもおすすめかもしれません。そんなこちらのネイバーズブレッド。あえてスタンダードベーカーズさんと名前を挙げているのは、セカンドブランドとして立ち上がったからとのこと。中に入りますと、ご覧のように美味しそうなパンがずらりと並んでいまして、値段も300円前後でいただけるものが非常に多かったので、お手軽にいただけるというところもおすすめな点です。例えば、2、3個購入した上でドリンクをセットにしていただいても1000円かからないので、美味しいパンでありながらもお財布の調整もできるというところはサラリーマンにとっては嬉しいポイントですよね。パンで購入した場合には、例えばミーティングの間に15分だけ空いてるけども、お弁当を食べきるには少し時間が足りないなといった場合にもニーズに合わせていただくことができるという点も、個人的にはパン屋さんを活用している背景ではございます。また、こちらで購入したパンに関しましては、後でご紹介しますけれども、店内にありますバルミューダのトースターでリベイクすることもできますので、まるで焼きたてパンのような風合いでいただくことができるというのもおすすめなポイントです。さて、そんなネイバーズブレッドさん、ベーカリー直営ということで、小麦粉にもこだわりがございます。焼き上がりの香りが格段に良く、独自の甘みを持つ北海道の希少小麦北の香りを使用しています。パンの種類もご覧のようにとても豊富でございまして、ハード系や甘いもの、そしてこちらのバーガー系やサンドイッチなどのお食事系のパンもありますので、がっつりといただきたい方にもお勧めできるようなメニューがたくさん並んでいます。また、こちらの店舗では、モーニングの時間帯やランチの時間帯には、セットにすることで少し安くドリンクいただくことができますので、そちらもお勧めなポイントです。さて、こちらはバルミューダのトースターでリベイクしている様子です。ご覧になっていただいてわかるかと思うんですけども、リベイクすることでさらにその風味豊かにいただくことができました。さて、こちらはこの日にいただきましたモーニングドリンクとクロックムッシュ、クリームパン、そしてブリオッシュ、ピューテ、ピスターシュです。せっかくなので少しお値段が張るパンを頼んでますけども、定番系を頼めばもうちょっと安く済ませることができます。さて、こちらのブリオッシュですけれども、生地にピスタチオクリームがたっぷりと絞られていまして食べ応えがある一品。こちらのクロックムッシュはライ麦と全粒粉を使用した風味豊かな乾パンにグラタン、ゴーダチーズ、ベーコンが合わさったボリュームたっぷりの一品。クリームパンにはこだわり卵を使った濃厚カスタードクリームが入っていまして、しっかりとした味わいが魅力的でございました。続いてご紹介しますのは、ボアンエリーヌというお店なんですけども、こちら今は神田スクエアの様子を映しています。神田スクエアと言いますのは、2020年に誕生しました複合施設のこと。1階は和をイメージした商業フロアになっていまして、2階には音楽ライブや展示会、講演会など多用途に対応した神田スクエアホールがございます。さらに3階には神田スクエアルームという小ホールがあって、4階には貸し会議室、神田スクエアカンファレンスが設けられています。再開発が進みます東京駅、日本橋などと同様に、こちらの神田でもこういった新しい商業施設が生まれています。外装や内観は錦町にちなみまして、錦織物をモチーフとしたデザインを取り入れていまして、高層部はその外観も魅力的でございますので、ぜひ訪れていただいて、先ほどちらっと映していましたテラス席等でくつろぐのもおすすめかもしれません。そんな神田スクエアの中で今回ご紹介しますのはボアンエリーヌ。過去に東京駅編の動画でもご紹介していますので、ご存知の方もいるかもしれませんけれども、美味しいパンが味わえるようなお店です。素材や製法にこだわって生み出されます多種多様なメイドイン東京のパンをとことん楽しめる大人な雰囲気が魅力的。先ほどちらっと触れました新丸ビル店は2007年に誕生してるんですけども、こちらは神田スクエアの登場と合わせて誕生しました第2号店でございまして、2020年9月にオープンしています。丸の内店とは違って開放的な空間になっていまして、テラス席で楽しめるところも嬉しいポイント。黒とガラスのシックな外観でありながら、中の空間も天井が高く、とても居心地がいい空間になっていました。入り口を入ってすぐに目に飛び込んできますのは、ずらりと並んだ常時40種類から50種類のバラエティ豊かなパンたち。見た目もとても美しくて、テイクアウトしてご利用するのにもおすすめな店舗。また、外観や内装に使われていますレンガで作られています壁はベルギーから直輸入。アンティークの椅子や大理石のテーブルが洋。一方で、京都の職人によりますナーノレンが一面に広がっていますカウンターは和の雰囲気を醸し出していまして、そんな和の空間にパンが陳列されている様子も味があって素敵です。さて、注目のパンに関しまして、パン生地には卵、
保存料、添加物を一切使用せず、契約農家から届く小麦をパンの種類に合わせて方法を変えて自家製粉したものを使うというこだわりっぷり。食事に合わせますシンプルなパン、軽食にぴったりな食事系のパン、おやつとしてドリンクと楽しめる甘い系のパンも充実しています。さらにパンだけではなくて、パティシエさん自慢の焼き菓子もたくさん用意されています。また、ドリンクもこだわっていまして、コーヒーは蔵前にあります自家焙煎のお店から豆を取り寄せて、バリスタさんが丁寧にハンドドリップ。紅茶は香り高いファーリーブスティーで人気のサンフランシスコにあるお店から、日本茶は京都にあります老舗から茶葉を仕入れているとのことでございました。続いてご紹介しますのは2023年11月にオープンしました大崎のパン屋さん小麦ガール。厳選された小麦を使用して手作りで焼いたパンとお菓子をいただけるベーカリーショップです。元イタリアンシェフが手掛けるこだわりのパンはどれも絶品。オープン前から行列になるような人気店だとのことです。特に焼きたてのパンを味わいたい方は午前中の来店がおすすめ。店内には買ったパンをその場で温め直せるオーブントースターも用意されていますので、購入したパンはリベイクしつつお店の前にあるベンチでそのまま温かい状態でいただくことができます。今映像では様々なパンをご紹介していくんですけども、特にこだわりを感じたのは小麦バケット。石臼焼き小麦ムールドピエールを主体に5種類の粉をブレンドし、香りを際立たせたバケットとのことです。低温で一晩発酵させたバケットは甘みを帯びておりまして、噛み締めるたびに旨味が広がるように仕上がっています。そんなこだわり小麦と粉のブレンドで出来上がっていますバケット風のパンの中でこの日にいただきましたのは明太フランス。通常販売されているバケットと違って小ぶりなスタイルでいただくことができます。明太フランスはオレガノとガーリックの香る一品。明太子が端っこまでしっかりと入っていますので、最初から最後までたっぷりと明太子を味わうことができました。他にもミルクフランスやピーナッツフランス、あんバターサンドなども提供がありましたので、焼き上がりのタイミング次第ではありますけれども、気になる方は可能な限りいただいてみてほしいです。加えていただいたのはコーンブレッド。北海道産のトウモロコシを使用していて、甘じょっぱいパウンドケーキの食感と味わいで、コーンの素朴な味わいと塩気がマッチしていました。後で調べたんですけれども、サクリというアプリをダウンロードしていただきますと、食べたいパンの取り置きが可能とのこと。今回ご紹介しているこちらの小麦ガールさんのパンもプッシュ通知で焼きたてをお知らせしていただいて、24時間いつでも簡単に取り置きや予約、購入ができるとのことです。今回ご紹介したパンが実際に行ってみたら売り切れていたという事態を回避するためにも、そういったアプリの活用もしていただければと思います。また、こちらではパンを購入した後、ドリンクメニューも購入可能。この日はパン専用コーヒーをいただきました。さて、こちらが先ほどご紹介した明太フランスとコーンブレッドとパン専用コーヒー、加えてカフェラテ。そしてもう一ついただきましたのはこちらの焼き菓子ボックスです。ロゴの女の子のデザインが可愛らしかったのと、深いグリーンの箱が上品な感じだったので、お土産用にもいいかもしれません。また、お菓子の説明のポップがありまして、どれも手書きのデザインになっていましたので、視覚的にも楽しむことができます。外はカリッと、中はもっちりとした仕上がりのカヌレ。蜂蜜の香るフィナンシェ、フランス産発酵バターとレモンの香るサクサクしっとり食感のマドレーヌ、いずれも絶品でございました。続いてご紹介しますのはルートパン、そしてルートブックスという2つのお店です。 JR 上野駅の入谷口から徒歩5分程度のお店。グリーンに囲まれた癒しのブックカフェでありますルートブックスと、そちらに併設する形でオープンしていますルートパンというお店です。なんとこちらは10年間使われていなかった廃工場をリノベーションして作られた複合施設。向かい合って立つ2つの建物には、作り手から直接お客様に商品を届けられる場所をコンセプトにオープンしたルートブックスを中心に、ボタニカルショップや陶芸体験施設など想像力をかき立てられる施設が入居しています。そんなルートブックスの隣にありますのが、2019年3月にオープンしましたルートパン。ルートパンはオープン前から開店を待つ人がいるほどの人気店で、平日はご近所さん、週末は SNS の口コミを見て遠方からもお客さんが訪れるとのことです。
12時を過ぎますと、こちらのルートブックスがオープンしまして、ルートパンで購入したパンとルートブックスのコーヒーを一緒にいただくことができます。ただ、こちらのルートブックスさんはあくまで書店。販売されている本を自由に持ち寄って読むことができるようなツタヤブックスさんとはちょっと違うので、その点はご注意ください。あくまで書店の一角で読書をできる場所としてドリンクが提供されているような、そんなスタイルのカフェです。ですので、購入していない書籍を席に持ち込むことは禁止になっていますので、その点はぜひ注意していただければと思います。さて、こちらの素敵な空間で、今回ルートパンのパンとルートブックスのコーヒーいただいたんですけども、ルートパンのパンは元パティシエさんが手掛けている絶品メニューの数々。ハード系から惣菜系まで種類が非常に豊富でございまして、どれも美味しそうです。塩パンなどのベーシックなパンに加えまして、ナッツタルトやカンパーニュなど様々なメニューがあります。ルートパンで購入したパンに関しましては、ルートブックス内のトースターでリベイクできますので、その点もとてもいい点です。そして、ルートブックスでは、ドリンクがオーダー可能。この日はアイスコーヒーいただいたんですけども、他にもオーガニックな素材で作られましたスムージーやクラフトビールなどの提供もあります。ちなみにこちらのルートブックスさんのコーヒーは、カフェ激戦区の清澄白河にあります、アライズコーヒーさんの豆を使った本格的なコーヒー。この日は深入りの提供だったので、香り高く苦味があるコーヒーがパンとマッチして非常に美味しくいただくことができました。さて、こちらはリベイクをしている様子。この日は牛すじカレーというパンを注文してリベイクしています。こちらの牛すじカレーというパンは、こんがりハード系のパンの中にスパイシーで濃厚なカレーがぎっしりと詰められた一品。ちょっと温度調整が難しくて焦がしてしまったんですけども、うまくリベイクすることで美味しくいただけるかなと思います。加えていただいたのは右の手前に映していますあんバター。ルートパンを訪れた多くの人が購入する大人気のパンになっていまして、たっぷりのあんことバターが4つ。甘さとしょっぱさが絶妙にマッチした売り切れ必須のメニューになっていますので、食べたい方は早めに訪問して購入してください。続いてご紹介しますのは JR 立川駅直結のグランディオ立川の1階にありますセスト。オールスクラッチ製法で粉からお店の中で作り上げる手作りパンが売りのお店です。イタリアで修行したシェフさんが2008年に中目黒の商店街で始めたお店から始まり、今では学芸大前、都立大前などに13店舗を構えています。実は過去に蔵前編の動画でトランスパレンテという系列店をご紹介していますので、そちらをご存知の方は同じく美味しいパンがいただけるなどイメージしていただくことができるかもしれません。基本的には先ほど申し上げました通り、東京23区でのお店がメインになるんですけども、こちら東京郊外でもその味が楽しめるというところは特にお勧めできるポイントです。セストはパン×雑貨の新業態。手作りパンに合うようスタッフが厳選した食器や雑貨も購入することができます。オープン当初に比べまして、この日訪れた際には雑貨コーナーは縮小しているようだったんですけれども、その分パンのレパートリーも増えている印象だったので、よりパンの魅力を味わうことができそうです。パンの種類としましては、あんパンやクリームパンなどの定番のパンの他に、カンパーニュやゴルゴンゾーラと蜂蜜のピザなど、イタリアにゆかりのあるベーカリーならではのお惣菜系のパンがたくさんありました。また、コーヒーやソフトドリンクに加えまして、ミネストローネやコーンスープも取り揃えていますので、パンと合わせて注文することができれば、大満足のお食事としていただくこともできます。また、イートイン限定のスペシャルセットとして、マルゲリータなどの焼きたてピザ1種と、サラダ、スープ、ドリンクがセットになったランチメニューをいただくこともできます。その中、今回は3種類のパンと別に、コーンスープとサラダとドリンクの3種類をつけることができるミニセットを注文しました。グラノと言いますのは、麦の穂の形をしたベーコンエピにたっぷりの枝豆とチーズが入った一品。フランスパン屋さんだとエピという名前で売られていることが多いんですけれども、イタリアが由来なので、こちらではグラノという名前で提供されています。また、こちらはかぼちゃのナチュラーレでございまして、食パンと同じ生地を使った丸い形のパン。柔らかくもっちりとした薄い小麦色のふわふわとした生地に甘いかぼちゃのペーストが練り込まれていまして、とても風味豊かな一品になっています。加えてよもぎあんパンもぎっしりと詰まったあんが特徴的なあんパンになっていました。以上、今回は2024年徹底攻略東京ベーカリー10選としてご紹介いたしました。今回紹介したお店の中では、テイクアウトはもちろんのこと、イートインで楽しめるお店もいくつかあったかなと思います。
もちろんパンもおすすめですけれども、そういったベーカリー技術が優れたお店でイートインでいただくというのもおすすめかもしれません。また、今回のご紹介では東京都内幅広いエリアから厳選していますので、過ごしやすい秋の季節に訪れる場所をまず計画していただきつつ、気になる場所の近くのベーカリーを調べていただいて訪れるのがいいかもしれません。また、過去にもいくつかベーカリー特集していますので、ぜひそちらも参考にしていただきつつ、お気に入りの店を探していただければと思います。せっかくの食欲の秋でございますので、ぜひ皆さんもお気に入りの店を探して、お腹も心も満たしてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。